確実に汚れは落とせるかなと。このハマグリに旨味を残すんだったらここが一番硬くなるので、ハマグリのお吸い物ということで、ハマグリのお吸い物ってね、これ作り方によって、工程ごとにいくつかパターンがありますんで、今日は、僕の知ってる限りなんですけれど、そのね作り方のパターンを紹介しようかと思いますと。ハマグリを購入する際はこうね叩いてみてカチカチっと乾いた音のするものを購入くださいと。当然貝の中でハマグリが死んでいるなんて場合があるので、死ぬと当然ねこの身が痩せてこの殻の中に空洞ができるので、ここでね叩いた際になんていうのかな、ちょっと鈍い音がするので、その辺ね購入する際は、注意して買ってみてくださいと。続いてねこのハマグリの砂の処理についてなんですけれど、ここでね砂の処理の仕方が大きく2つございますと。まず1つ目はこれね、アサリなんかの砂抜きみたいにねこの殻についた状態で砂を抜いてしまうパターンと。でその砂抜きの方法はね、薄めの塩水を作りまして、そこにハマグリをつけると。このまま冷暗所で、12時間以上放置すると。そうするとハマグリが呼吸をするたびに砂を吐き出すので、砂が抜けますと。まずこの方法がね一つ。もう一つの方法としてはこれね砂抜きをするのではなく、このハマグリ自体を剥いてで水洗いをしてしまうという方法ですと。これね、こっちの塩水につけて塩抜きをする方法と、このハマグリを開いて洗ってしまう方法と、どちらが確実かといえばこのねハマグリを開いてで洗った方が確実に、砂だとか汚れは落とせるかなと。ただこれね、ハマグリを剥くのに若干ね技術と手間がかかりますんで、その辺を考えると、家庭でやるにはね塩水につけて、砂抜きをしてしまう方が手間はかからないのかなと。で、ハマグリの剥き方としましてはこれね、貝剥きを使ってこの辺りの位置に貝柱がありますので、その貝柱を断ち切るといった方法なんですけれど、この貝の合わせ目に貝剥きを当ててこう押し込むようにすることで、ハマグリを剥くことができますと。で、こういった形でね、ハマグリを剥きましたら、ここからね、紐と水管を掃除していくんですけれど、このね、掃除の仕方としてはこの水管に、櫛を通しまして、でこれね、ボールか何かに水を張って水の中でこうシャコシャコっと、洗うと、いった方法があります。こういった形で砂抜きをしてもどうしてもねこの紐の周りに砂が残る場合がありますので、こっちのね、剥いてから洗う方が確実ではあるのかなと。ということで、ハマグリのね砂の処理につきましては塩水で、砂抜きをするパターンと、剥いてから、洗うパターンと2種類ございますと。まずこれがね、1つですね。続いて、ハマグリの出汁の取り方について2つね、紹介しますと、これはね、水に昆布をつけた昆布だしですね。昆布だしなんですけれど、まずね昆布だしにハマグリを入れて、でここから火にかけますと。この工程自体はねこっちの剥いたハマグリを使ってもこの殻付きのまま使ってもさほどね違いはないんですが、人によってね差が出るのはハマグリにどこまで火を入れるかということですと。見ていただければわかるんですけれど、このね熱を加えることでハマグリが徐々に口を開いてくるんですけれど、ここでのポイントは、ハマグリというのは火を入れれば入れるほどこっちのね出汁の方に旨味が逃げていくものですと。これがねポイントでして、出汁を美味しくするんだったら強めにハマグリに火を入れた方が美味しいと。
ただ当然ね、具としてこのハマグリの方も食べますので、このハマグリにうまみを残すんだったら火入れは最小限にした方がいいですと。だからここがね、作る人によって好みの分かれるポイントでして、火にかけるとこういった形でグツ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 、水が沸いてくると思いますので、このね沸く直前あたりで一旦ね昆布は取り出してしまいますと。ではこれなんで取り出すのかというと、昆布は加熱しすぎるとこのねどうしても出汁の方にえぐみが出てしまうので、なので沸騰直前で取り出すと。ここからね、アクが出てくるかと思うので、アクをすくいながら、作業をしていくんですけれど、このねあるタイミングで、これ今ねちょっと殻がずれてしまったんですけれど、こういった形でハマグリが開くんですよ。ハマグリの方にうまみを残したいのであれば、ハマグリが、開いた段階で火から上げますと。こうすると、身にねしっかりとうまみの残った状態のハマグリを、食べることができますと。もしこちらのね出汁の方によりうまみを強く残したいのであれば、ハマグリが開いた後も入れ続け、だいたい 1,2 分ぐらいですかね、火を入れて、でこっちのね出汁の方にうまみを残すという方法もありますと。なので、ハマグリの火入れに関しては、僕の知る限りなんですけれど、この2パターンがありますかね。これはね、どちらがいいどちらが悪いではなくて、このお吸い物のメインとして出汁をメインにするのか、それともねこのハマグリの身にもしっかりとうまみが残ったものを良しとするのかと。この辺りは、好みの問題ですんで、人によって、こういった火入れの違いがありますと。続いて、このね取り出した身の処理についてなんですが、もうそのままお吸い物にするというのも、一つのパターンでして、もう一つはね、ハマグリって、ハマグリに限らず貝類ってねここにエラがついてるんですよ。なので、このねエラを掃除してから、お吸い物にするというのも、一つのパターンではありますかね。さらに手を加えるとしたら、ハマグリってねこの足の部分、ここが一番火を入れた際に硬くなるので、この部分に、こういった形で包丁目を入れて、硬い部分を食べやすくしてから、お椀に入れると、こういった方法もありますよと。このね取り出した身についてはそのまま使うか掃除するか、さらにはこの足に切れ目を入れるかと3パターンがございますよと。続いてこのハマグリの出汁についてなんですけれど、このねハマグリの出汁は、一度ね、こういった形でざるやペーパーなどでこしてから、使ってくださいと。これはねどうしてもハマグリの殻に残っていた汚れが汁の中に浮いてしまうので、このねこすという作業は、必ずやった方がいい作業ではありますかね。ここから出汁に味を入れていくんですけれど、これね、一つは昆布とハマグリの出汁、そのままでここに味をつけるパターン。もう一つは、これはかつおだしなんですけれど、かつおだしを加えて、ちょっとね貝のうまみだけではなく、ここにねかつおのうまみも加えただしに味をつけるというパターンが一つありますと。これはね正直ね使うハマグリの量だとか昆布の質だとか、その辺で好みの味を見つけてくださいとしか言えないんですけれど、僕はね昆布とハマグリだけの出汁が好きだったりしますかね。で、味の付け方はね、かつおを加えても加えずとも、同じでして、お酒ですね。お酒適量と、あとお塩と、香り付け程度に、薄口醤油と、大体この3つね、お酒、お塩、薄口醤油で味を整えるというのが、
セオリーではありますかね。だしの味が決まりまして、ハマグリも用意できましたら、あとは、盛り付けて完成と。ここでね、もしもう一手間加えるのであれば、これはくず粉なんですけれど、くず粉を水で溶いて、このだしに軽くね、とろみを加えると。これもね、あまりとろみを加えすぎてもあんかけになってしまうので、ほんのりね、このハマグリに出汁が絡む程度に加えるなんて、仕事もあったりはしますかね。出汁の作り方に関しては、昆布とハマグリ出汁をそのまま使うか、少しかつおだしを加えるか、あとね、最後にちょっとくずでとろみをつけるかと、大きくこの3種類があるのではないかと、思いますと。あとは盛り付けて完成と。これね、ハマグリ貝殻1個でもつがいで使ってもいいですしと。その辺お好みで使っていただいて、あとは、ハマグリを持って、であと青菜ですね。青菜はこれ季節のもの。今回は、春なのでうるいを使ってますけれども、お好きなお野菜使っていただいて、すだちや柚子などの柑橘類を添えて出汁を注いで完成と。今回ね、剥き方、ハマグリの掃除の仕方だとか火の入れ方、出汁の取り方と、何種類か紹介しましたけれども、決してね手を加えればその分美味しくなるというわけではなく、むしろ、手を加えずにね美味しく作ることの方が難しかったりしますので、その辺皆さん、好みの味で、お吸い物作ってお召し上がりくださいませと。今日の動画は以上でございます。